久しぶりの活動です。この川にやってきた目的は、そう息子との約束を果たすためです。はい、どうも皆さんこんにちは、チートンです。ということで今回はモクズガニを取りにやってきました。約2年前ですかね。約2年前に息子と一緒にモクズガニを食べた時に、息子がえらく美味しいと感動して10匹取ってきてねと言われてたのを思い出したんで、取りにやってきました。とは言ってもね、10匹1回で取るのはなかなか難しいのと、そんな大量に取ってもね、食べきれなかったりもするんで、取れた分だけをありがたく食べていこうかなと思います。正直言って人類を支えるほどの生態系がすでに地球には残ってないんで、そんなね大量捕獲しちゃいけないんだよっていうのも教えるために、10匹ではなくてね、取れた分をありがたくいただくというようにやっていきたいと思います。ここね、今ちょっと歩いてみたんですけど、全くモクズガニの影がないですね。ちょっと浅すぎて隠れるような場所がなかったりもするんで、ちょっと場所変えます。お、こんなところに鹿の足跡がありますね。これ鹿のひづめの跡なんですけど、もしこれがイノシシだとこの辺にね、ひづめの後ろの爪がツンって跡がつくんで、これはね鹿の足跡ですね。今までイノシシしか捕まえたことがないんで、鹿もね捕まえていきたいなと思います。これはクレソンですね。クレソンもね香りが良くていい野草です。ただね、こういうところに生えてるやつっていうのは寄生虫の卵がついてたりするんでね、生で食べる場合はしっかり洗って使うようにしましょうね。今回は使わないんでスルーです。さあ、場所を変えました。今日はねここに仕掛けていこうと思います。本来モクズガニはね、この時期になると海に下って産卵をするんですけれども、時々海に戻らない個体もいるんで、それを狙っていきたいと思います。そういうのをね山太郎とか言ったりするんですけど、それが取れればいいなと思います。この河川一帯に一応モクズガニいるんで、それが取れればいいなと思います。ということで早速仕掛けていく。今回餌に使うのはこのサンマですね。冷凍焼けしたサンマ、匂いが出るように割っときましょう。こんな感じでね、冷凍焼けしちゃってうちでは食べないって言うんで、もったいないんでね餌にします。はい、そしてこの袋の中に、手がヌルヌルだぜ。サンマの脂がすごい。イノシシのお肉、それとアライグマのお肉。はい、こんな感じでねいろいろ仕掛けていきたいと思います。これモクズガニね結構力が強くって、しっかりここ縛っとかないと開けて出てっちゃうんでね、こういうとこも気をつけましょう。よいしょ。開いちゃう。ごめんなさい、僕今曲げました、ここ。はい、それじゃあね、モクズガニが取れることを期待して投入。あんな遠くにやる必要もないか。一応ね、モクズガニ取るときは川の流れに対して平行にした方がいいそうです。匂いがこうやって流れてくんで、その匂いをたどってきた時にスッと入れるように川の流れとね平行にするのが基本です。はい、こんな感じでね紐もしっかり縛ったんで、一晩開けたらまた見に行きたいと思います。さあ、果たして取れるのか、乞うご期待。はい、ということで入っていませんでした。でね、ちょっと場所が悪そうだったんで新しい場所に場所替えしました。ただね、そのデータ不手際で消えてしまったんで、突然場所が変わってると思うんですけど、ご了承ください。そしてね、2日間連チャンで外しております。今回ね3日目の夜なんですけれども、果たして入っているのか。入ってない。嘘でしょ。ダメだ。場所変えよう。さあ、場所変えました。行きましょう。いきなりでっかいのいるじゃん。いた。いきなりいました。でっかいモクズガニゲット。まさかの手づかみですね。いや、取れました。いやー、幸先いいんじゃないですか。それじゃあね、ここに仕掛けて一晩待ちたいと思います。今度こそ何匹か取れるといいな。それではまた明日。さあ、一晩経って入っているのかどうか。入ってない。モクズガニいなくなっちゃったのかな。ここね、1年前にかけて取れてる場所なんですけど、全然ダメですね。生物多様性が返事をしてくれない。ということで今回1匹しか取れてませんが、その1匹をねありがたく息子といただきたいと思います。はい、ということでモクズガニを持って帰ってきました。こんな感じでね5日間くらいふんだしをしました。ふんだし期間中によりモクズガニが美味しくなるというかぼちゃを与えていたんですけど、少しずつね食べてくれていたみたいです。早速ね調理をしていきたいと思います。今回はこのモクズガニ1匹しかいないんで、食べても本当にすぐ終わってしまうと思うんで、今回このモクズガニをガン汁、モクズガニといえばねガン汁なんで、ガン汁にしていきたいと思います。ということで早速調理していく。ガン汁っていうのはカニを完全に粉砕して水で溶いてこした汁を火にかけて作っていく料理なんですけど、今回はねそれをこのモクズガニを使ってやっていきたいと思います。ちなみにカニを食ってもガニ食うなと言われているように、エラを取り除いて調理していきます。まだこのカニ生きてるんで、まずは締めたいと思います。正中線に沿って真っ二つ、それでね締めることができるんで、時間もかけずにあっという間にね締めることができます。いただきます。
よいしょよいしょ。はい、これで真っ二つに割れて、そしてね閉まりました。閉まりました。あ、これなんだろう。寄生虫かな。なんか動いてる。何これ。知らない。わからんね。ぽい。こんな感じで、ここにエラがあります。このエラはね今回食べないので取り除いてしまいます。ただ昔ねガンジルやってたんですけど、完全にエラも何も関係なく食べてたんで、ぶっちゃけね火が通ってしまえば大丈夫だとは思うんですけど、今回はね動画にするんで、皆さんが真似しても安心して安全に食べれるようにエラを取り除くというようにしてやっていきたいと思います。はい、こんな感じでエラがきれいに取れました。しっかり味噌が詰まってますね。こんな感じで身がたっぷり詰まってます。美味しそう。モクズガニには配給虫と呼ばれる寄生虫がいる可能性があるんで、しっかり火だけは通して食べるようにしましょう。これはねモクズガニに限らずザリガニとかね淡水の生き物を食べるときには、当てはまることなんで、必ず火を通して食べるようにしましょう。じゃあこんな感じにして粉砕するんですけど、最終的には毛が入っていても布でこすんで大丈夫らしいです。ただこれどうする？粉砕するかお肉を食べるか。お肉食べたい？じゃあ今回この腕はね別にして茹でて、こっちの胴体の部分と何本かついていた足、これを粉砕してガンジルにしていきたいと思います。手は入れない。手は入れない。半分ぐらいにしようか。よいしょ。スイッチオン。はい、できました。わ、すごい色。じゃあこれあれかな。もったいないことしてるかも。これでは身が通らないぞ。なんかさもったいない感じするね。一回出しちゃおう。ちょっと殻入っちゃうけど、それだけでこしてみよう。見てこれ。よく見るとねたくさんほぐれた白い身が残ってるんで、ちょっとこれもったいないね。ここに入れて、カニの殻はね入っちゃったとしてもお椀の底に沈むと思うんで、それだけね飲まないようにすればいいでしょう。飲んでもいいんだけどね、大きな粒だけはこれでこし取るようにします。いっぱいまださ出汁がついてるから、これも入れて、これで完全に出汁は下に落ちました。火にかけていきましょう。よし。あれ、ついた。投入。オッケー。弱火でトロトロいきましょう。ちょっと目を離した隙にね火が入ってタンパク質が固まって形になってきました。カニのありとあらゆるタンパク質が凝固して今このような感じになっています。いや、固まっていく様子をね撮りたかったな。ちょっと今ね使ってた食器とか洗ってたら出来上がってしまいました。パラ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 っと、もうねタンパク質固まったんで、ちょっと一煮立ちさせて、もしアクが出るようであればアクを取っちゃいましょう。このねアクと身のね見分けがちょっと難しいんですけど、この辺に上がってきたのはアクかな。わわわ、アクなんてほとんどなんか存在しないような感じだな。スープがすごく透き通ったね。こんな感じでスープが透き通りました。ふわふわ、すごいね。一匹のモクズガニからこんなたくさんのふわふわが取れました。タンパク質、大量、筋肉の元だ。筋肉。よし、完成ですね。お醤油でちょっと香り付けと味付けやります。こんなもんかな。わあ、香りもいいね。すごい、あんなに濁ってたスープがこんなに透き通って、そしてこのふわふわがねまるで卵のようにね固まっています。早速食べていきたいと思います。川の恵みに感謝していただきます。いやー、うまそう。香りもいい。いただきます。うまっ。これめちゃくちゃうまい。カニのいい風味とこのふわふわもねうまいぞ。うまい。スープも美味しいんだけど、ふわふわさ、なんかカニのいいところ全部入ってる。お前は食レポ天才だな。言いたいこと全部言われたよ。そう、このふわふわにカニのいいところ全部詰まってます。うまっ。美味しい。カニのふわふわの中にさ、カニの殻入ってない？入ってる。入ってるね。入ってる。ここに入っちゃったんだ。このスープのね底に沈むのかなって思ったら沈まず、ふわふわの中に殻が入ってしまいました。けどねかなり細かいから全然食べれちゃいます。それとねこのスープとねこのネギとの相性も最高。めちゃくちゃうまい。いや、ガン汁最高だわ。うまいね。うまい。今回さモクズガニ1匹しか取れなかったけど、でもなんかその1匹がさ逆にありがたいね。
ありがたい。1匹でもこんだけしっかりさ、たくさんふわふわ取れてさ、最高だね。いやー美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。たっちゃん忘れてた。これはね、今からゆっくり食べたいと思います。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。